夏とかタンクトップ着た時にすごく見えたらいいなと思って。どうですか、団体が。顔は主夏に来て、胸もすごいいい感じでつきまして、胸もめっちゃ細くなりました。ああ、そうですね。脂肪吸引、豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は26歳女性の二の腕脂肪吸引からお胸に注入する脂肪豊胸プラスシリコンバック豊胸を行う脂肪注入プラスシリコンバック豊胸を掛け合わせたハイブリッド豊胸のマーキングから施術風景、ダウンタイム 1.5 ヶ月後経過ビフォーアフターを紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。今回、二の腕全周と腹乳と筋肉を吸引してお胸に注入していくんですけど、シリコンがやるのでシリコンと脂肪注入のハイブリッド豊胸でやっていこうかなと思いますね。やろうと思ったきっかけは何かあれですか？夏とかタンクトップ着た時にすごく見えたらいいなと思って。結構がっつりとっていいですかね？お願いします。このラインとか大丈夫ですか？筋の。はい。お胸はなんかあるんですか？どんな感じがいいとか。お胸は下着をつけた時もボリュームが出るぐらい。はい、あれですよね。見せてもらう。ちょっとまた後で確認しましょう。お願いします。とりあえず二の腕前お願いします。腹乳、今回ここも取るんですけど、お胸をやっぱりしっかり出してあげて、ここも取ってあげるとかなりバランスがいいかなと思うので、一緒にやるのが結構おすすめの部位ですね。ただ変化量がね、他の部位よりは少なめなんで、そこだけ注意ということですね。結構丸みもしっかりですよね、この感じだと。そうです。そんなに上は入れない感じ。そうですね。もう本当に丸み株に出していく感じですよね。そうです。こんな感じで。OK です。わかりました。したいです。その感じだと株にボリューム出す感じなので、しっかり株に出して、この腹乳を取って形整えていく感じですね。どれぐらい入れます？2人。ここは結構入れるんですね。ボンって言ってるよりかは、なんかふんわり。ふんわり。全体的に丸み出していく感じで見ていきましょうか。こめかみとかもね、結構ボリュームあるから、いい感じ。頬なんですけど、ちょっとへこんでる部分に書きますね、最初。この部位。どうですか？この部位とこう、ちょっと見てもらって。目の下はここですよね。こことか入れてもいいけど、涙袋がちょっとなんか暗くもあれだけど、ちょっと入れましょうか。そうですね。ここはもう結構入れたら結構こういう風にならないですね。あんまりそうならないぐらいにいいですか？そうです。もういい塩梅よくになる。はい。で、目の下はそんなに入れないですよ。そうですね。ちょっとぐらい。こっちはしっかり入れてですね。ですね。お願いします。大丈夫そう。はい。今から施術風景に入っていきます。一部グロテスクなシーンがあるので、苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。投与している白い液体がプロポールという静脈麻酔薬ですね。これを入れると、大体の方は1分から1分半以内にかけて眠たくなっていって、手術の記憶はありません。さあ、まずは脂肪吸引から移っていきます。この取っている部分は腹乳という部分ですね。お胸の付け根のところですね。ここが出ていると腕を締めた時にちょっとだらしない感じになるので、メリハリをつけるためにここは取って豊胸はしっかりに行っていきます。そして次に行うのが二の腕前側ですね。今回は二の腕振袖部分、肩、二の腕前の二の腕全周で行っていきます。でこの前側をしっかり吸ってあげることが二の腕をしっかり細くするためにはとても大事な吸引の箇所になりますね。後ろ側ですね。この方は結構がっつり取るの希望だったのでがっつり取るんですけど、今700ぐらいですね。全体で1000ぐらいは取れるかなと思うので、このやつをお胸と顔に注入していく感じでやっていきます。これが脂肪吸引ですね。脂肪吸引で採取した脂肪を注入用に加工していきますね。こうやって押し出してなるべく純粋な脂肪を注入するように加工していきます。そして遠心分離機に入れて回していきますね。最初に傷口 3.5 センチのところを麻酔していますね。このように麻酔すると痛がっているのがわかるかなと思います。記憶はありませんが痛みは感じますね。そしてメスで切って返していきますね。この傷跡がきれいに治るために脇の傷が皮膚の線に沿ってなるべく作るようにしています。
さあ切ったらその後はしっかりと剥離していって、今回は乳腺の下に入れるので、大胸筋の筋膜の上のところまでしっかりと穴を進めていきますね。このように手で行うことによって出血を避けるというのもあります。できるところは手で剥離していくことが結構シリコンバッグ補強では大事な作業になりますね。この感触慣れてきたらどこの層に手があるかっていうのが分かってくるので、そこで均一に乳腺間層を剥離するようにしています。さあ次に使っているのがバクリュー鉗子ですね。脇の下から行くとどうしてもこの乳房下縁の下の方のところが手だと届かないので、しっかりと剥離するために巨大なハサミのようなバクリュー鉗子を使って乳腺の下の組織を均一に広げています。であとは金色のライト金庫を挿入して止血がないかを確認していきます。もし止血があったら止血し、さらにちょっとした繊維組織が残っている場合はそこも切ってあげて、よりスムーズにシリコンが入るように調整しています。さあ今回は 300cc のバッグを入れるので、膨らまして剥離範囲が適切になっているかを確認していきますね。しっかりと膨らましてきれいに入るかを確認します。足りないところはこのブーメラン鉗子というものを使って剥離していきますね。下の方が甘くなる可能性が高いので、そこをしっかりと剥離します。反対も同様に行っていきますね。まずはメスで切開して 3.5 センチ程度ですね、今回の場合は。そしてメッテンも使ってしっかりと乳腺下の組織のところまでアプローチしていく道を作っていきます。で反対側では説明しなかったのですが、シリコンバッグ補強で最も大事と言っても過言ではないのが、中目線定器を使って麻酔液および止血剤エピネフリンを巻く作業ですね。これによってしっかりと均一な層を麻酔液で剥離することも可能ですし、エピネフリンという止血剤が入っているので出血予防にもなります。この中目線定器を均一に巻くという作業はシリコンバッグ補強でとても大事な作業ですね。脂肪補給員でもとても大事なんですが、シリコンバッグ補強でもめちゃくちゃ大事な作業になります。また手で組織を剥離していきますね。中目線定器でしっかり麻酔液浸してエピネフリンの麻酔液なので、ここで出血することはほぼないですね。そして届かないところは先ほどのブーメラン鉗子を使って剥離を行っていきます。最後に同様にライト金庫、金色の金庫を使って出血がないかを確認して、微細な組織は焼いたり切ったりしていきます。挿入に移っていきますね。このキラーファンネルというものを用いてぐーっと 3.5 センチの穴から押し込んでいって、通り道を作ったところにしっかりとシリコンバッグを挿入していきます。さあ今入りました。入ったところから適切な位置に押し込んでいきますね。綺麗に入りましたね。シリコンバッグ補強だけを入れた感じですね。谷間が少し開いている感じがあるので、ここを埋めていく作業を器具で行います。シリコン入れ終わったので、今脂肪を注入してますね。シリコンの上からコーティングするみたいな感じで、皮下という一番上の層に今入れてってますね。シリコンが今乳腺下に入っているので、入れる層としては皮下か大胸筋の中か大胸筋の下ですね。上をしっかりコーティングして、できたらこっちの外側を大胸筋の下に入れてあげて、こっちにバックをする感じでやろうかなと思ってますね。では次に術後 1.5 ヶ月のダウンタイム経過を聞いていきます。二の腕の脂肪筋肉から多めに脂肪注入とシリコンバッグ補給と、あと顔ですね。額こめかみ頬、目の下入れて、1ヶ月半ぐらいですよね、今ね。どうですか、ダウンタイム。顔はもう馴染んできて、胸もすごいいい感じでつきまして、胸もめっちゃ細くなりました。そうですね。で、まだダウンタイム1ヶ月半なんで全然まだダウンタイム中なんで、ここに線とかあるのはわかるかなと思うんですけど、これ結構入るんですよね、ダウンタイム中。公式結構硬いですよね、ここね。ちょっと気になるかなと思うんですけど、全然通常の経過でたまに不安がられる方いるんですけど、ここは全然治るので、心配しなくていいかなというところですね。傷がここですね。ちょうど見えますかね。1ヶ月半でこれぐらいだったら全然気にしなくていいかなと思うので、ここからどんどん良くなってきますね。ハイブリッド補給しているので、しっかりボリュームを出しつつ、この谷間とかも自然な感じにできているかなと思うので、ハイブリッド補強のいい点としては、ボリュームが出て、かつ自然な形ができるのと、シリコンの時に上から脂肪をコーティングした方が、シリコンのデメリットの硬さ、皮膜硬色が出にくいっていう論文もあるので、柔らかさとかも多分普通に触った分にはあんま変わりますね。そうですよね。そこが結構いい点なんで、二の腕からしっかり取ってお胸に入れると、多分上半身的にはかなり映える。二の腕がね、細くなって。めっちゃいい感じです。もっと綺麗になりますからね。お胸がボリューム出ると、やっぱりそのメリハリがかなりつくので、すごい理想のボディラインとかも出せると思うので、そこは結構いいかなと思いますね。もう二の腕結構コスト実感してますか？もうかなり、ヒートテックとか、そうですよね。ゆるゆる。そうですよね。タイトのニットとかヒートテック着た時に、
にね、やっぱりこう盛り上がる感じとか、撮ったら綺麗になるところを意識して吸引してるんで、ライブは結構綺麗になるかなと思うので、楽しみにしてもらったらいいかなと思いますね。ありがとうございます。顔どうです？顔も、こめかみのここに関しては、そうですね。ちょっとまあ、そうですね。ちょっとこの一部分ここだけ、へこみが気になるということで、肝脂肪注入って定着率がいいところと悪いところがあって、額と頬はいいんですよね。で、こめかみとかほうれい線とか、結構良くなくて、ちょっとここの部分が他と比べるとやや少ないかなという印象があるので、ちょっとここ気になったら、若干埋めてもいいかなと思うのと、注入してる時に、ここが一部すごい硬くて、どうしても入んなかったとかあったんですけど、結構馴染んではきましたね。結構馴染みました。そうですね。ダウンタイム中ちょっと不安になることはあると思うんですけど、馴染んではくるので、ちょっとやっぱりフィギュアしやすいところなんで、そういうところはあるかなっていうところと、あと見出してちょっとあれですよね、しこりっぽい感じの。もう治りました。治りましたもマッサージしてました。結構治りた。そうですね。もし硬くなってたら、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいはちょっとマッサージしてあげるといいかなと思いますね。ちょっとここが若干、へこみが気になるぐらいで、他は大丈夫そうかな。そうですね。めっちゃ満足。3ヶ月ぐらいしたらもっと落ち着くんで、シリコンすごい大きめのサイズで入れた人でも、お胸のその張りとかがもっと自然になるので、今でそんなに気にならなければ、もっと自然になるので、安心していただければいいかなと思いますね。ありがとうございます。硬い感じはないですかね？もう全然なんかすごい満足。大きさ。もうちょっとしぼんじゃうのかなって思うと。でも1ヶ月半なんで大丈夫だと思うんで、ここからはボリュームは減らずに滑らかさが出るので、綺麗にはなるけどボリュームは下がらない時期だと思うんで。ありがとうございます。最後にハイブリッド包協とか脂肪注入考えてる人にアドバイスありますね。やった方がいいと思います。最初びっくりしますよね。ダウンタイムきついから。最初本当に全部一緒にやるとダウンタイムきつくて。で、最初はびっくりされて不安でしたもんね。そういう不安もあると思うので、しっかりね、リスクとかデメリット、ダウンタイム結構ね、腫れたりもするのでね、二の腕だけだったらあれですけど、太ももとかお腹とか結構大変だと思うんで、そういうところも含めて、今後受けるかどうか検討してもらったらいいかなと思いますね。で、また、結果、追っていきましょう。はい、お願いします。ありがとうございます。最後にビフォーアフターを紹介します。こちらビフォーですね。アフターでしっかり変わっているのがわかるかなと思います。ビフォーです。アフターです。しっかりボリュームが出ていますね。この谷間を寄せた時にボリューム感欲しいということで、アフターではしっかりとボリュームがあるのがわかるかと思いますね。はい、ということで今回は26歳女性の二の腕全種脂肪吸引からのハイブリッド包協のマーキングから施術風景、ダウンタイム 1.5 ヶ月経過、そしてビフォーアフターを紹介しました。ハイブリッド包協はかなり夢のある施術で、シリコンバック包協と脂肪包協のいいところ取りができる施術になります。その分リスクも両方のものがありますが、しっかりと適切に行ってダウンタイムデメリットを乗り越えればかなり夢のある施術の一つなんじゃないかなと思います。今後も脂肪吸引や包協に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、公式 LINE から脂肪吸引、包協相談希望とご相談ください。それでは。